札幌に来たらやっぱり味噌ラーメンでしょう。こんにちは。今回は実際に行って本当に良かった札幌味噌ラーメンの名店を厳選して3つご紹介します。前置きはこのくらいにしてお腹ペコペコなので早速1軒目。街中の地下に隠れた本気の一杯を食べに行きましょう。札幌観光でちょっと歩き疲れたらぜひ立ち寄ってほしいのが地下にひっそりと構えるラーメン千住です。大通公園8丁目の少し北側、公園を散策したその足でふらっと行ける距離にあります。街の中心から少し離れた落ち着いたオフィス街の一角。目印は小さなビル。そしてその地下にラーメン千住はひっそりと隠れています。正直初めての人にはちょっと見つけにくいかもしれません。でもそれもまた知る人ぞ知る名店らしさ。ふわっと漂ってくるニンニクと生姜の香り。店内はカウンター席が6席、テーブルが1つ。決して広くはないけど、その分目の前で繰り広げられる調理風景に見とれてしまいます。ご主人はもともと洋食の世界で腕を振るっていたという異色の経歴の持ち主。その技術と情熱が詰まった一杯がここで味わえるんです。店名の千住はご夫婦の名前から1文字ずつ取ったもの。そう聞くとなんだか温かい気持ちになりますよね。では早速自販機で食券を購入。もちろんここに来たら迷わず味噌。この味噌の文字がちょっと変わっている。千住だけの特別な表記でこだわりを感じてしまいます。さあついに来ました。これがラーメン千住の味噌。そのビジュアルは王道のシンプルな味噌ラーメン。まずスープ。レンゲですくって一口。熱い。でもうまい。しっかりと濃厚な味噌のコクがあるのに、どこかスッと抜けるような後味。生姜の風味が効いていて重たくない。まさにこってりなのにさっぱりってやつ。麺は札幌らしい中太の縮れ麺。黄色みがかっていてもっちりした歯ごたえ。スープがよく絡んですすった瞬間に口いっぱいに旨味が広がる。チャーシューも忘れちゃいけない。箸で持ち上げただけでほろっと崩れる柔らかさ。口に入れた瞬間、油がとろけて旨味がぎゅっと詰まっている。これは主役級の存在感。最後の一口までずっと美味しくて、気づけばスープも全部飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。さて次のお店へと向かう前に、ここでちょっと先ほどのラーメン千住についてもう少しだけ深掘りを。千住の味は札幌ラーメンの中でも純炭系と呼ばれる流れを組んでいます。純炭系は札幌ラーメンの名店純連と、そこからのれん分けしたすみれ、この2点のスタイルをベースにしたラーメンを指す言葉です。最大の特徴は何といっても香ばしいコクのある味噌スープ。味噌をラードで炒め、そこにスープを注ぎ込む独自の調理法。この一手間が他では出せない深みのある味を生み出しているんです。しかもこの作り方、めちゃくちゃ手間も技術もかかるんです。だからチェーン店やセントラルキッチンではまず再現できない。まさに職人が一杯ずつ鍋を振るう魂の味。千住はそんな純炭系の中でも洋食出身の店主が手掛けることで、よりまろやかで奥行きのある一杯に進化させている、そういうお店なんです。さてそうこうしているうちに中島公園の中心まで進みました。次に向かうのはその中島公園のすぐそば、行列の絶えない人気店狼スープ。ここもまた純炭系で札幌味噌ラーメンの歴史に名を刻む一軒です。外観は控えめ、
でもお昼時になるとすぐに行列ができる人気ぶり。味噌ラーメンだけで勝負してるお店って実は札幌でもかなりレアなんです。店名からはちょっとワイルドなイメージが浮かびますが、実はその味ものすごく繊細。見てください、このビジュアル。黄金色に輝くスープ。甘みとコクがすごいのにスッと入ってくる。秘密は北海道産じゃがいもを隠し味に溶かし込んだスープ。店主の出身地である信州産発芽玄米味噌と白味噌をブレンドして深いコクを実現。そこに黄金生姜がピリッと効いて味がキュッと締まる。体の芯からじんわり温まります。麺は西山製麺と共同開発した狼スープ専用麺。もっちりと弾力があってスープとの絡みが素晴らしい。チャーシューはしっかり肉の旨みが感じられるタイプで、これまた美味。一口また一口と箸が止まらず、気づいたらスープまで全部完食。もう体がありがとうって言ってます。素材一つ一つに込められた店主のこだわりと真心。絶対に真似できない味。中島公園を通ってキロの余韻に浸れるところもお気に入り。いやー、来てよかった。本当に来てよかった。さて、次は地下鉄東西線菊水駅から歩いて約6分。まだ観光客にはあまり知られていない名店、麺屋小沢さんです。いや、もう結論から言います。来てよかった。このお店は純粋系札幌味噌ラーメンの超有名店彩味で使用された店主が満を持してオープンしたお店なんです。まず驚くのは行列に並んでいる時から始まる心遣い。暑い日は日傘、寒い日はカイロを準備してくれてるんです。そういうのめっちゃ染みますよね。いざ入店、注文は味噌ラーメン一択。見てください、このスープ。マー油の香ばしさがふわっと広がる。その瞬間、もう確信します。絶対うまいやつ。スープは雑味ゼロでクリアなうまみ。そこにコク深い味噌の甘さとマー油の香ばしさが絶妙に合わさって、さらにシャキシャキ野菜、香ばしく炙られたチャーシュー。いやー、もうこの味のバランスが完璧。そしてなんと食後にはサービスの杏仁豆腐までついてくるんです。この杏仁豆腐がまたしっかり美味しいのが憎い。味もサービスもお店の雰囲気も全てが洗練されていて、こんな素敵なラーメン屋さんがあったのかと感動すること間違いなし。まだ観光客にはあまり知られていない、でも確実にまた来たくなる、そんな一軒です。いやー、行ってよかった。